愛する人ができるということは、人を愛するということはイコール自分の心に憂いと恐れと苦しみを突き合った瞬間から持つということなんです。ペンネームクッキーさん、30代の女性からいただいたお悩みです。大愚様、こんにちは。いつも動画をありがたく拝見しております。突然やってきた彼との別れとその後の自分の心境について、大愚様の意見をお伺いしたいと思い筆を取りました。彼とは去年の10月に出会い、意気投合しデートをするようになりました。彼は新聞記者で仕事がとても忙しく、会えるのは 1,2 ヶ月に1回ぐらいでしたが、お互いに気の合う人と出会えた喜びを感じ、楽しい時間を共有してきました。6月に体の関係にもなり、ますます彼に惹かれるようになり、今後さらに関係性を深めていけそうで、ワクワクするような気持ちでいっぱいでした。ところが、8月末に彼が10月からインドに赴任することになってしまいました。その話を聞いたとき、一緒に行きたい、ついてきてと言ってほしいと強く思いました。自分の気持ちをきちんと伝えたいと思いましたが、なかなか勇気が出ず、一緒に行っちゃダメなのかなと少し軽い感じで聞いてみました。彼は少し驚いた様子で、自分自身がインドでどういう生活になるのか全くわからない、考えておくと答えました。それが出発の1ヶ月前で、出発までにまた会おうと言って別れたのですが、その後会える日を LINE で聞きましたが、忙しいと返信が来たり、連絡がないままインドへ旅立ってしまいました。その後1ヶ月以上連絡はありません。初めからただその場しのぎに付き合う女性が欲しかっただけなのかなと疑ってみたり、いやきっと彼も私に連絡したくなかったとか、終わりにしたかったのではなく、ただ出発前の忙しさ、慌ただしさで連絡できないままになってしまったんだろうと思ったり、あれこれ考えても彼の気持ちはわからないままです。彼がインドで書いた記事はもう何度も目にしており、新聞記者として好奇心や使命感を持って精一杯精力的に仕事をする様子が目に浮かびます。彼のそういうところが好きなんです。だから私も頑張ろう。彼が運命の人なら、いつかきっとまた会えるだろうとも思うし、きっぱり忘れた方が良い気もします。こんな悶々とした思いを抱える一方で、なぜか今の私はとても前向きなのです。自分も職場ではリーダーをしており、やりがいのある仕事、自分がやりたかった仕事ができており、後輩たちにも仕事の楽しさを感じてほしいという思いにあふれています。趣味でオーケストラにも所属しており、楽器の練習にも打ち込んでいます。彼との別れの傷も全然癒えていないのに、ふつふつと自分の中にやる気が湧いてくるのが不思議で、知らない間に無理しているのか、それともまた彼と会えるという妄想に取りつかれているからなのか、今の心理状態はどういう状態なのでしょうか。よくわからない質問で申し訳ありません。ご意見を伺えたら幸いです。読んでいただきありがとうございます。ダンマパーダという経典の一節にこのような言葉が出てきます。愛する人と会うな。愛しない人とも会うな。愛する人に会わないのは苦しい。また愛しない人に会うのも苦しい。それゆえに愛する人を作るな。愛する人を失うのは災いである。愛する人も憎む人もいない人には煩いの絆が存在しない。クッキーさんの今の心境、決してハッピーエンドでは終わっていない映画の余韻に浸っているという状態。先ほどのダンマパーダの言葉、愛する人を作るな。愛する人を作るので、その愛する人と思うような関係が築けなかった時に自分が思い苦しむと。ブッダの教えは本当にシンプルです。人を愛するなとは
どういうことか。これは人を愛してはいけないということではなくて、裏を返せば恋愛の悩みは誰かを愛するがゆえに起きるわけです。だからその苦しみを消したければ人を愛するな。そうすれば恋愛に対する苦しみはそもそもないでしょっていうことなんです。先日新聞を見ていたら、今は異性と付き合いたいという人がどんどん減っていると、調査によればね。結婚したいという願望を持つ人も減っている。実際に異性と付き合っているという人も減っている。異性とセックスをしたいと、それも面倒くさいという人も増えている。いわゆる草食系男子がすごく増えている。そして女性もまたそういう人が増えている。そういう中で恋愛をするということができる人も、恋愛を今している人もいる。問題は恋愛をすることではなくて、その恋愛が苦しみを生むということなんですね。で、この苦しみを生みたくなかったら人を愛するなって、その通りですね。で、クッキーさんの問題は何かというと、先ほど言いましたこの恋愛ということの彼との物語の中に、その時の喜び、ワクワク感、一緒にいる時の安心感とか心地よさとか楽しさとか刺激とかいうことがやはり忘れられない状態に今もいる。その余韻がずっと今も続いているということです。実際彼がどういう気持ちで今いるのかということは分かりませんけれども、客観的に今回の状況を聞かせていただいて見えることは、彼はもちろんクッキーさんと一緒にいる時間を彼も楽しんだと思いますし、彼もクッキーさんのこと好きだったのかもしれませんし、好きだったんでしょう、ね、嫌いであったら付き合わないと思うけれども、一緒に行く、つまり将来を促された時に将来を共にしてインドまで一緒についてきてほしいというほどの思い入れが彼にとってはなかったんだと思います。もちろんその新聞記者というお仕事ですから、結婚してもなかなか一緒にいても一緒にいないでしょう。もともとそういうお仕事をバリバリやるということはそういうことですからね。特に新聞記者で一緒にずっと毎日いるということはそもそもできない。だけれどもそれにしてもね、インドに旅立つのに関係のあった人にこれからインドに行きますということを挨拶もせずに、忙しいからという理由で何も連絡もせずに行くということはないです。むしろ締め切りに厳しい業界で働いてますから、そしていろんなことのネタを常に拾い集めながら生きている彼でしょうから、そのどんなことでも記事にできることのヒントがあればそれを頭の中に持ち歩くという仕事をしている人ですから、クッキーさんのことが1ミリでも、いや 0.2 ミリぐらいでもそこに思いがあれば何らかの連絡をしてくる人です。だけどそれをしないということはクッキーさんに終わりを告げたかったんだと思います。決して嫌いなわけじゃないかもしれませんが、将来を共にするというほどの思い入れが彼にはなかったということ。でもそしてまたそれがね、インドという遠く離れたところで時々彼の書いた記事を目にすることができると。だからなんとなく彼と別れたというリアリティがないまま、どこかでひょっとしたら待ってた方がいいんじゃないかとか、どこかで彼は忙しいから連絡をしてこないんじゃないかっていう気持ちをクッキーさんが持ち続けてらっしゃる。そしてこの彼の取ったインドに行くまでの、あるいはインドに行ってからのこの行為の中に連絡をしないということによってクッキーさんとの付き合いにノーを提示しているということがクッキーさんが見えない。苦しいですね。ご自分でもおっしゃっている今の不思議な感覚、
なんとなく今まだ傷が癒えてない状態なのに前向きになれている自分がいる。これは彼に別れを告げられたんだという現実を自分が受け入れていないことによって、なんとなくまだ希望をつないでいるがゆえに、そのような前向きな気持ちが出てきているのかもしれません。クッキーさんの立場になってみて、彼の立場になってみて、私もインドとクッキーさんを往復しながら今この話を答えているんですけれども、彼は今どんな気持ちでいるんだろうとかね、いやクッキーさんは今どういう気持ちでいるんだろう。で彼の方はすごい時間をかけてインドに行ってるわけですから、長い時間飛行機に乗ってフライトに行って新しい環境に行って、忙しさもいろいろありますけど環境がどんどん変わっていくから、もともとさほどクッキーさんに対して思い入れがあまりなかったんであれば、余計クッキーさんのことを思い出すこともないのかもしれないし、仮に思ってたとしても苦しさはそんなにないような気がします。だけどクッキーさんは依然としてね、同じ生活の中でどこかで彼をずっと期待を寄せながら、彼も頑張ってる、私も頑張ろう、そういう気持ちで今は生きてらっしゃるのかなという気はします。さて、恋愛は本当にその時が終わってみるとあぶくのような感覚ですね。彼と過ごした時間というものは今目の前にない。だけれどもその時間に自分の中に蓄積したさまざまな感覚だけが残ってるわけです。でこれが自分に希望も持たせるし、また自分に失望も与える。さて、クッキーさん処方箋です。はっきり申します。ちょっと痛いけどね、彼はクッキーさんに連絡を取らないということによってクッキーさんに別れを告げたんだということ。痛いけども早くそのことを知った方がいい。そして今幸いにしてね、お仕事も楽しいし、オーケストラで楽器も演奏してらっしゃる。音楽をやってる人にはいつも言うんですけど、芸術にはその裏に全部物語がありますよ。恋に破れた悲しみ、それを表現した曲、自分の思いが通らなかったこと、あるいは誰かに裏切られたり虐げられたりしたそういった怒りや自分の失望を表した曲、春の訪れ、鳥のさえずり、小川のせせらぎ、そういった心地よさを自分の全身で味わって喜びを感じている曲、全部人間のこの完璧ではない人間のあぶくのような喜びや悲しみや怒りというものから詩が生まれ、メロディーが生まれ、それを楽器で奏でているわけですね。彼のことを思い出して辛い時は楽器の練習に励んでください。ふとあれは何だったんだろうと思った時は楽器の練習にやっぱり励んでください。彼との恋愛は終わり、でも彼と過ごした時の喜びとか、これから徐々に突きつけられていく現実との苦しみ、これをぜひね、音楽の力を持ってそこにぶつけていってください。自分の思いを言葉だけでなくさまざまな方法で内側にある苦しみを外に出すということができる、そのような環境にあるクッキーさんは本当に幸せだと思います。愛するものを作るな、愛するがゆえに心に憂いが生じると、恐れが生じると、ブッダの言葉は真実です。けれども裏を返せば、愛する人ができるということは、人を愛するということはイコール自分の心に憂いと恐れと苦しみを突き合った瞬間から持つということなんです。この覚悟のあるものしか恋愛はできない。でもその覚悟を持って大恋愛をし大失恋をする人間ですもの。苦しさを全部自分が引き受けることができれば、そういう体験を自分でするということも人生の醍醐味じゃないでしょうか。彼との恋は終わりました。どうぞもうちょっと余韻に浸っていいと思うけれども、苦しき時は思い
きり楽器を弾いてください。その思いは必ずクッキーさんの弾く楽器の音色を、これまでと同じ楽器なのに違った響きを生み出していくはずです。辛いね。でも頑張ってください。応援してます。